はい、皆さんこんにちは。大和道スタッフの JK、そして大和道代表の夏目です。大和道で開発とリサーチを担当している渡辺です。今回はですね、前編のところでケミカル B の概要の方を詳しく説明聞いたんですけども、今回はちょっと裏話的なところでいろいろとお話を伺っていきたいなと思うんですけども、ケミカル B 完成までに何年ぐらいかかったんですか？長くかかったよね。そうですね。ジャーナルズに大和道ラボのベースレイヤー編というのがありまして、それの対談が終わったあたりですので、2019年とかですね。2019年。はい。今2025年なので、6年前ぐらいですか？6年。かかったよね。そうですね。結構リサーチにも時間かかって、河川のってことですよね。そもそも河川のベースで着ないから、そうですよね。メリノウールオンリーで。そう、オンリー。テストしてでも時間かかって、それ作ろうと思ったのが、大和道ラボのベースレイヤー編なんだけど、その目的はメリノウールがいかにすごいかってことを、河川と比較しながらいろんなテストをしてきたんだよね。でもそのテストしていく中で、河川ってこういうところがすごいんだとか、こういうところが魅力的なんだっていうのが見えてきて、河川の良さも比較しながら見えてきた部分がたくさんあったんですね。そう。メリノールの機能性を河川で実現できないかなってね、思っていろいろとやってきたよね。そうですね。この6年間っていう期間はたくさん記事も試作されてきたって感じなんですかね。試作してはテストし、また別の問題が出て、改良してテストしみたいなところでかかってしまったという感じですね。当初はメリノウールの機能性っていう中で河川がなかなか追いつけないなっていう部分はやっぱり消臭性かなというところで、消臭性を兼ね備えた河川みたいなところで最初かなり消臭性に振った施策というのを2パターンぐらい作りました。でそれで試したんですが、確かに消臭性はいいんだけれども、着心地的にウールに対する新しい提案にならないといいますか、こもり感があったりとか、ちょっと課題があったんですね。でそれでその辺を改良した版っていうのをさらに2パターンぐらい作って、いいものできたかなって思ったんですけれども、耐久性の問題が出てしまって、でその後4パターン作って、そこからやっと1個絞り込んで検証とかテストを重ねて、これ大丈夫そうだなというところで、そういうプロセスに6年ぐらいかかっちゃったという感じです。いろんな問題を解決しながら進めてきた。モグラ叩きのような。いい表現ですね。何か解決したら何か問題が出てきて、で何か解決したらまた何か問題が出てきてっていうのを繰り返しだったよね。そうですね。じゃあ向き合い続けて振り返ってみると6年間かかったその集大成の製品ってことなんですね。だからものすごい愛着あるよ。そうですね。東京のラーニングショップのランボーイズランガールズの桑原さんにも初期の試作品からテストしてもらったっていうふうに伺ってたんですけど、これって結構何年間かにわたるプロジェクトで、僕は実は試作品を2バージョンいただいていて、最初のバージョンは2023年にいただいたんですね。でそれは構造が全然違ったんですよ。メカニズム的なことは聞いてなくて、試してみてください。匂いとか感触がどうだったか、そういうのを教えてくださいみたいに言われて、で正直最初のバージョンは消臭性がどうかという前に、その生地の構造的にトレイルランニングをすると、僕も滝汗系の人間なので、7月の湿度の高い奥武蔵で走ったらもうびっちょびちょで、もう1時間としないうちに、これはダメだと。既存のトレラン系の吸水速乾性の高いベースレイヤーでもっといいものあるよなっていう結論に達してしまったんですよね。初期のバージョンは桑原さんの今のコメントもありましたけど、その後は改良はうまくいったってことですよね。そうですね。さらに試作改良を重ねまして、汗処理の性能を高めるというところで記事を作ったんですけれども、出来上がった試作品を着用してですね、山に行ったんですが、ショルダーとかヒップベルトの部分に毛玉のようなスレのような跡が出ていて、これはまずいなと。どうしても軽さですとか汗処理の性能でメッシュ的な構造にしたんですけれども、その分と摩耗に弱くなってしまったみたいなところがありまして、そこでまたさらに課題が出てきたので、新しいモグラが出てきたわけですね。河川のその他のベースレイヤーでも、同じようなメッシュ構造の製品ってどうしても弱いんだよね。使っていくとピリングとか摩耗がちょっと弱かったりとかしていて、仕方がないかなと思う反面、僕たちの初めての河川のベースレイヤーっていうこともあって、ここは絶対クリアしたいなと思ってね、追求してったよね。そうですね。ここで生地を重くしたり糸太くすれば解決しやすいんですけれども、軽さにもこだわりたかったので4つぐらいまた試作を作って、その中で絞り込んだものが結果的には長旅をするスタッフですとか、あるいはトランスジャパンアルプスレースの
のような過酷なチャレンジをする方にも来ていただいて、もう全然問題なかったと。長旅の後もすれてなかったっていうような評価をいただいて、やっとこれで世に出せるかもしれないというところになりました。汗処理、消臭性っていうところから、さらにはピリングであったりとか、摩耗に対してのところも克服したものが出来上がったっていうことなんですね。時間かかったからね。いや、すごいね。本当に夢のような製品ですね、これは。スタッフの中でもいろいろと消臭性のところとかもテストして、感じ方に違いがあったみたいな話も聞いたんですけども、そういったところはどういうところなんですかね。実際には消臭性っていうのは生地のレベルで検査をして数字では出てくるんで、個々の方の匂いへの敏感さ、そういうものも違いますし、同じ方でも状況によって汗が匂ったり匂わなかったりすることがあるということも分かりまして、主観の部分がどうしても大きいので、消臭性の評価っていうのはこういった難しさがあるなっていうのは改めて分かりました。今回ね、多くの方にテストしてもらっていて、消臭性の感じ方は人それぞれ若干差はあるにしろ、一通りみんななんか消臭性のは感じてもらったんだよね。ただメリのほどではないけど、1泊2日でやったら消臭性十分効いてるな。でも2泊目、3泊目だとちょっと匂いが気になり始めるっていう人もいれば、ウールよりも消臭性を感じるっていうスタッフもいたし、人に言うと本当バラバラだなっていうふうに感じました。特に大和道スタッフは日頃からウール製品を特に使っている分、匂いのところに関しては普段あんまり河川を使っていなかったりとかするとちょっと敏感になってしまう部分もあるかもしれないですよね。スタッフの中でも木村君なんだけど、割と早い段階でちょっと匂いを感じるみたいなことだったんだよね。でもみんなそうでもないからなんでかなって思って新しいサンプル使ってテストしたらすごい消臭性感じるみたいなことを言っていて、感じ方が全然違うと。他のスタッフでもちょっと匂いを感じるっていう人がいて、で調べていったらその2人は別のスタッフが着てた服を借り受けてテストしてたんだよね。今まで違う人が来て何回か汗をかいた、で洗濯をしたものを着用した時に違う人が使うと匂いを感じてしまうね、なんでかわからないけど人の家の匂いが気になるみたいな、ちょっと慣れてない匂いでそれを感じてしまったっていう可能性もある。なるほど、そういう可能性もあると。なんかウールって本当消臭機能なんだよね。だから匂いを消すみたいな機能なんだけど、ケミカルビーに関っていうと抗菌機能で菌を繁殖させないみたいな形で消臭につなげるっていうことで、同じ消臭っていうものでも機能性が違うんだよね。そうですね。詳しく言いますと、匂いの元になる菌ですね。雑菌とか悪臭の原因になる菌ってアルカリ性の環境が好きなんですね。ケミカル B は生地全体を弱酸性、人の肌に優しいっていうそういった状態に保つという機能でして、その結果菌が繁殖しにくい、で悪臭が出にくいっていうメカニズムになっています。人が運動して汗の具合とか肌の酸性アルカリ性の度合いっていうのがどうなんだろうみたいなところも調べまして、延べ100人以上ですね。それはどうやって調べたんですか？リトマス試験紙っていう昔理科の試験とかでやったことを思い出す人もいるかもしれないですけど、あれを肌に当てると、あるいは汗に当てると色が変わって酸性アルカリ性の度合いが出てくるというところをテスターの方にご協力いただいてですね、走る前とか走った後とか山歩く前、山歩いた後みたいな感じで申告してもらったところですね。その結果はどうだったんですか？明確な結果が出てほしかったんですけど、例えば性別とか年齢とかそのあたりっていうのはあんまり関係がなくて、運動した後の方がどちらかというとアルカリに触れる汗がっていうような傾向っていうのは見られました。その運動量っていうのはどれぐらいの運動量なんですか？なかなかがっつりな運動すると今まで酸性だった汗の人がちょっとアルカリ性に近くちょっと度合いが上がっていくって、そんなこともあるんですね。もし消臭加工とかがないようなものとかウールじゃないものを着ていれば運動するに従って匂いが気になってくる。過酷なレースがもう8日間続いたりとかすると最後ら辺はアルカリ性に近い人も出てくる。そこも人それぞれで結構バラバラだよね。そうですね。それだけのテストをして、なんか汗の傾向であったりっていうのを消臭性結びつけて伝えられるような、そういうところがなんか見えたらいいなと思ったんだけど、結果見えてこなかったなって思います。渡辺さんテストしていく中で匂いもなんかいろいろとあるっていうのも、おおむね汗の匂いとか悪臭っていうのは大体アルカリ性の菌が出してるんですけど、中には酸性の匂い物質みたいなのもありまして、酪酸とかイソキッソー酸とかあるんですけれども、酸性の中にもいろんなタイプが。そうですね、その辺っていうのはエコピュアでは対象外の匂い物質だったりするんですよね。なのでその辺の成分が多い方とか、そういった匂いの成分に敏感な方の場合は結構気になるみたいなところも出るかもしれないなっていうと
ころで、汗は千差万別で難しいテーマだなっていうのを改めて感じました。とはいえたくさんの人たちに試してもらった中でいくと、結果的な部分で見ると匂いづらいっていうふうには結構大きく触れたって感じですかね。そうですね、大きな傾向としてそれは言えると思います。あと、もう一つはそのエコピアの機能性だけでなくて、生地が早く乾くとか、吸水速乾性、匂いを防ぐきっかけになってるのかなとも感じてます。パーセーが肌にまとわりついて、ぐちょぐちょとずっとあるから、そこに菌が繁殖して匂いを出すのかなと思うんだけど、そもそもすぐにね、肌がこうドライになっていくっていうところで、菌がね、繁殖しにくいっていうようなこともあるのかなと思います。ケミカル B のそもそものその構造として、汗処理の速度がやっぱ速いっていうことも消臭性につながってるよっていうことですね。なのかなって、はっきりとは言えないけれども、少し解明できてないところもあるけれども、一応消臭性としては、あれそこもなんか相当テストしたよね。そうですね。消臭性に関しては、いろんな研究機関巻き込んでかなりテストしたよね。はい、我々が出してくる疑問についても調べてもデータもないとか、文献もないとか、もうそういう状態からいろいろ深掘りして結局ないならやってしまおうっていうことで、テストとかもやっていたので、なるほど、本当ニューカテゴライズな製品なのかもしれないですよ。桑原さんもね、抜け感に関してはコメント入れてくれてたしね。そうですね。抜け感のあるウェアってやっぱ匂いが残りにくいっていうのは僕は他の河川のウェアでも感じていて、あとは加工のこう落ちてくるとまた匂いが残るようになるとかあるんですけど、はい、おっしゃってましたね。最後僕一番気になったことなんですけど、ケミカル B っていうその製品名ですね、由来みたいなものっていうのって、B ってことはなく A っていう製品があったのかなとかそういったところがちょっと気になったんですけども、これはどういったところから発想が出たんですかね。だから長いね開発してる中で、このなんかプロジェクトずっと河川って言ったんだよね。メリにやってるからメリの河川の開発はみたいな言ってる中で、河川っていうなんかキーワードがずっとやっぱり定着してたっていうのと、その当時僕がすごい好きなアーティストがいて、フリコってアーティストで、ケミカルって曲あるんだよね。サビなんだけど、ここがね、めっちゃ連呼してる。ケミカルってずっと歌っていて、これを聴きながら毎朝山を走れるんだけど、すごい好きでケミカルって歌ってるし、いいなって思って歌詞調べたんだよね。なんで科学って歌ってるのかなって思ったら、化学反応って意味でケミカル、化学反応を起こせっていうような歌詞で、それでこういろんなことを変えていこうっていうような、なんかある種ポジティブなね歌詞でね、なんかすごくいいなって自分も好きだから、ケミカルでいこうって思ったんだよね。なるほど。英語読みしたって、その時にちょうど聴いていた曲がフリコさんのところの曲でしっくりくるものがあった。しっくりあった。で、化学反応を起こせって、なんかみんなにも言いたいじゃんと思って。確かにいいですね。B がベースレイヤーの B で、あとブラザーの B、あとベストの B みたいな、なんかいろんな意味込めて B つけてケミカル B にしました。なるほど。それを聞いていかがでしょうか。コードネームとか開発ネームかと思ったら、そのままケミカル B で出すって聞いてここまでね、汗汗処理とか匂いがとかってなると、なんかノンスメルなのかとか、なんかいろいろ思いましたけども、ケミカル B かっこいいですね。ありがとうございます。購入された方に関しては由来を友人たちに広めていただけたらなと思います。今回ちょっと裏話いろいろとまだまだ深いなと思うので、ぜひ気になった方はですね、製品ページの方も見ていただけたらなと思います。それではご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。